今回は、ジュエマの7英雄について再度まとめてみました。デュエルマスターズファンから愛される7枚のカード。その理由はあまりに悲しいものでした。今回はその7枚を紐解いていこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。まず1枚目に紹介するのはシザーアイです。このカードは最初期に登場したカードの1枚で、それゆえに今のカードと比べて劣っているのは、確かに仕方のないことなのかもしれません。しかしこのカードは4マナパワー3000という、能力のないカードにしては壊滅的なパワー、そして種族ゲルフィッシュという、誰に進化することもできないなんとも使いにくい種族、そして当時の能力ありのクリーチャーですら、4マナでもパワー3000は確保しているという悲惨さ、そしてそこに追い打ちをかけるように、このカードのフレーバーテキストにはこうありました。火の領域の海岸線は、上陸した水の群勢で真っ青に染まった。一体パワー3000のバニラで、どうやって火の領域の海岸線を真っ青に染めるのか。そもそも4マナと中途半端に重いのに、どうやって真っ青にするほど並べるのか。ここでもしゲルフィッシュ版コッコルピアでもいれば、少しはマシになったかもしれませんがそんなこともなく、ただただ文句のつけようがなく弱いという評価が、このシザーアイの共通認識となり、愛を込めて7英雄の一人として呼ばれているのです。ちなみに後にシザーアイがチャレンジとして、現代に蘇ることに成功していますが、あのぶっ壊れと名高いがチャレンジ召喚ですら、シザーアイを救うことは叶いませんでした。次に紹介するのはザガーン様の愛称でおなじみの、暗黒の騎士ザガーンです。つまらん。奴を戦場に出したら、一方的に勝つに決まっている。とハオーブラックモナークに言われるほどの実力者。イラストの覇気も凄まじくさぞかし強いだろうと。テキスト欄を見てみたらなんとびっくり。そこにはダブルブレイカーとしか書いてありません。じゃあコストが軽いのかと思いきや、なんとマナコストは6、軽いとは言えません。じゃあさっきのシザーアイのフレーバーのように、複数体並べて圧倒するようなカードなのかと思いきやレアリティはスーパーレア。いよいよ本格的に手がつけられません。そんなこんなで今日までデュエルマスターズで、最も愛されたカードの1枚として認知されています。ちなみにこのカードもガチャレンジ化していますが、闇のコマンド持ちで侵略元になり得る。ダブルブレイカーなのにデメリットがないなど、実はそれなりに強いカードとして復活を遂げています。最近でもクロニクルダークサイドデッキのゼロバースにて再録されており、その強さは折り紙付きとなっています。まあこれに関してはザガーン様が強いのではなく、ガチャレンジ召喚が強すぎるだけなんですが。まずはこのカードのフレーバーテキストを見てください。そこにはドラゴンとも拳で語り合えるとの一文が、ドラゴンといえばデュエルマスターズの代表。そんなドラゴンと拳で語り合えるとは、一体どれくらい強いカードなのか、と期待に胸を躍らせてパワーを確認してみると、そこには4000の文字が、言うまでもなくパワー4000では、ドラゴンと拳で語り合うことはできません。じゃあ念のためコストも確認してみると、今度はコスト8という壁が立ちはだかります。あのザガーン様よりに多く、シザーアイ2体分のコストがデスカールにかかります。だがしかしこのカードには前者2枚とは、決定的に違う箇所、能力があります。そしてデスカールの能力はというと、攻撃する代わりにタップすることで、相手の手札を2枚捨てさせることができるのです。8マナ4000のクリーチャーが攻撃の代わりに、手札をたった2枚捨てさせるだけしかできないとは、そもそも攻撃の代わりに効果発動ということは、出たターンは召喚酔いでそもそも攻撃できないため、効果を発動することができないということ。そもそもコスト8も払わずともコスト7に、ロストソウルという手札を全て刈り取る呪文があり、手札破壊のためにこのカードを採用するメリットはなく、純粋に入れる価値がないという悲しい結末になりました。ちなみにその後にそのロストソウルとともに、ツインパクトカードとして現代に蘇りました。クリーチャー面がついたことで回収手段が多くなり、より確実にロストソウルを打つことができるようになり、環境でもたびたびその存在を見ることとなりました。つまりメインはあくまでロストソウルの方であり、デスカールが使われることはありませんでした。次に紹介するのはアクアマスターさんです。コスト6パワー4000とこの時点ですでに、コストパフォーマンスではデスカールを上回っており、さらに効果までついているという大盤振る舞い。さてどんな効果を持っているのでしょうか。このクリーチャーが相手プレイヤーを攻撃してブロックされなかった時、相手のシールドを一つ選び、表向きにする。以上です。
ブレイカー能力すら持っていません。アクアのマスターといういかにもな名前のくせに、やることは相手のシールドを表向きにするだけ。しかもデスカールと同じくスピードアタッカーがなく、出たターンには行動できないという制限付き。さらに仮に効果を発動できたとしても、現在のデュエルマスターズのルールでは、攻撃時の効果は攻撃する対象を選んでから発動する。つまり、ブレイクするシールドを選んでから効果が発動。ブレイクする予定のシールドを表向きにして、もしシールドトリガーだったらブレイク先を変える、などの器用な動きはルールで封じられています。つまりこのカードの効果でシールドを表向きにし、見事シールドトリガーを打ち抜くことができても、そのシールドトリガーを避けることはできません。ただ自分の死を一つ確定させただけなのです。そんな中途半端な効果のこのカード、フレーバーテキストにはこの一言が書かれています。己の弱さが敗北させるのだよと。このクリーチャーの能力を考えると仮に負けたとしても、それは己の弱さではなく相手の運であり、そもそもセリフ自体が弱い効果を持ったこのカードが、自虐的に放っている言葉のようにも聞こえます。そのためこのカードは己の弱さと呼ばれています。ちなみにデュエルマスターズ往来編にて、ディスペクターとディスタスという、過去のカードのリスペクト種族が登場しましたが、このカードもディスマスターとして登場しました。ちなみにこのカードはツインパクトカードで、下面の呪文の効果は相手のシールドを1枚見る効果。そして名前は己の弱さが敗北させるのだよ。完全に公式さんがネタにしています。次に紹介するカードはこのメテオレイジリザード。このカードはシザーアイと同じくバニラカードで、コストは6、種族はメルトゴリアー、非文明です。バニラカードといえばパワーが高いことで有名で、シザーアイと違ってこの頃はインフレもある程度進み、バニラカードのパワーは大きな進歩を遂げていました。ですがこのカードのパワーはわずか5000。6マナのバニラカードならパワー7000、8000。多いと9000や1万以上が起きうる中、このクリーチャーはコスト ×1000 にも満ちておらず、効果ありクリーチャーでもこんなことにはなりません。しかも種族はメルトゴリアー。ここで皆さんにお聞きしたいのですが、この種族聞いたことありますか？おそらく大半の人は聞いたことがないかと思います。それもそのはず、この種族名を、デュエルマスターズ公式のカード検索機能で検索しても、わずか32件しかヒットしません。しかもイラスト違い込みでこの数字で、そのうちの4枚は最近話題のザーディクリカ。そのザーディクリカもメルトゴリアーだと、今知ったという方がほとんどでしょう。それくらい影が薄い種族なのです。とどめにフレーバーテキストにはこう書いてあります。燃え盛る豪華ですら、その闘争本能の激しさには及ばない。これに対しプレイヤーの皆様からは、燃え盛る豪華が弱かっただけではとの声も、それほどまでに打つ手なしのカードがこの1枚です。ちなみにこのカードが収録されたパックは、あの週末ナスを対戦です。つまりはそういうことです。次に紹介するのは風滅の大地オーラバイン。このカードは7英雄の中ではまだ可能性があり、今後奇跡が起きれば日の目を見そうなカードです。つまり他のカードは奇跡程度じゃどうにもできません。さてそんなオーラバインの効果ですが、自然の6コストのカードで種族はガイアコマンド。出た時に相手の非進化のコスト3以下のクリーチャーを、2体まで選びマナゾーンに送るという効果です。確かに小型とはいえ相手のクリーチャーを2体除去でき、かつマナ送りだから再利用されにくいという点は、他の7英雄に比べるとまだ強さが伝わるかと思います。コマンドを持っているのも優秀で、今の時代にもある程度適応できていると言えます。まあある程度適応できているからといって、今ではマナからクリーチャーを出す方法は多いし、3マナ以下を戻そうにもその3マナのクリーチャーには、天才デドダムという最強のカードが存在し、そのカードをもう一度マナから出させるとなると、リソース面の差が顕著に開き、敗北を招きます。それにこのカードのレアリティはスーパーレア。その枠を潰してまでこのカードを入れるのはどうなのか、というプレイヤーからの声も多く、見事な7英雄入りを果たしたカードです。最後に紹介するのはコードネーム E さん。人光のコスト7のアンノーンでブロッカーです。このクリーチャーはデスカールと同じく攻撃の代わりに、クリーチャーが6体以上あればそれらを全て破壊します。出たターンに行動できない、使ったとしても効果が弱い、デスカールとの共通点が目立つカードですが、このカード特有の特徴としてこの爆発効果が、なぜか自分のクリーチャーも巻き込む点が挙げられます。いきなり出てきて自分どころか自分ごと爆発していく。一体何をしたかったのかわからないカードです。ちなみにこのギャグ漫画みたいな効果を受けて、
デンジャラス G さんともコラボしています。どうやら私生活がしづらいそうですが、こちらとしてはデュエルマスターズがしづらいです。今回は、サムネにもなっている7英雄について、小ネタを交えながら紹介してきました。皆様のコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。